はい、こんにちは。カムイ黒缶情報局です。今回はアメリカ・ウィスコンシン州の黒缶スキーヤーの方が運営しているウェブサイトノーウィスキーからご許可をいただいて、最も記憶に残る黒缶レース第5戦全5戦をお届けします。歴史に残る5つの黒缶レースをご覧ください。きっと皆様納得のランキングになっていると思います。それでは行ってみよう。思い描いてほしいこれからのこと考えてほしい。ではまず第5位、ミエト対ワシベリ。1980年東京オリンピックレイクブラシッド大会男子15キロ。クロスカントリースキーの歴史の中で最も僅差で決着した最も有名な戦いの一つです。ユハ・ミエトは1970年代に成功を収めたベテランのスキーヤーでした。1976年インスブルックオリンピックではリレーメンバーの一人として金メダルを獲得、世界選手権でも3つのメダルを獲得するなど、この時点ですでにフィンランドスキー界を代表する選手でした。一方のワシベリですが、オリンピック出場経験はあるものの、ミエトに比べれば特筆すべき実績はありませんでした。期待を感じますね。クラシカル走法30秒インターバルでのスタートで、ミエトは当時のチャンピオンポーランドのヨゼフの一つ後ろ、ワシベリは最後のスタートでした。ワシベリは勢いよくスタートすると 5km 地点では30秒前にスタートした前の選手に追いつき、3秒差でミエトを2位に抑えてトップに躍り出ました。 10km 地点ではそのリードを 4.8 秒に伸ばしています。その時点でミエトは一つ前のヨゼフにようやく追いつくところでした。ミエトはフィニッシュ直前でスパートをかけ、ヨゼフを追い越してゴール。タイムは41分57秒64でした。ワシベリはゴールの 0.5 キロ手前でミエトのリードは1秒だと言われました。そこから彼は必死のスプリントを見せゴールし、タイムは41分57秒63、ミエトを100分の1秒上回っていました。オリンピック史上最も僅差のレースでした。あまりにも僅差の結果を受けて、スイスのタイム規定はそれ以降10分の1秒単位まで四捨五入と変更されました。その後ワシベリはオリンピックでさらに3つの金メダル、世界選手権で7つのメダルを獲得し、スキー界で最も権威がある賞の一つであるホルメンコーレンメダルを授与されています。世界中のいくつかの国ではスケーティング走法にワシベリテクニカと彼の名前が付けられているほどです。ホルメンコーレンメダル、ぜひ生で見たいですね。第4位、ノルウェー対イタリアのライバル対決男子 4×10km リレー。4位は一つのレースではなく、ノルウェーとイタリアの男子リレーチームの10年以上にわたる争いです。2国間の戦いの火種は1992年のアルベールビルオリンピックで生まれました。この大会のリレーではノルウェーがほぼ1分半のリードでイタリアに圧倒的な勝利を飾っています。2位イタリアのメンバーは次回大会での雪辱を誓いました。1994年リレハンメル冬季オリンピック、スキー王国ノルウェーがホームでオリンピックを迎えました。全国民がリレーチームの連覇を期待しています。雪辱を果たすべくイタリアは前回大会に出場したファウナー、アルバレッロ、バンゼッタの3人に加えて新たにデ・ゾルトがメンバーとなりました。レースは着々と進み、アンカーファウナーがノルウェーのビオルンダールと争います。最後まで接戦が続きますが、フィニッシュラインを先に通過したのはイタリアのファウナー、2位ノルウェーとの差はわずか 0.4 秒でした。リレーの 0.4 秒は言葉が出ませんね。ジャパン。次の戦いは1998年の長野で行われます。雪辱の機会を虎視眈々と狙うノルウェーは、前回と同じくダーリ、アルスガート、シベルステンが名を連ねました。両国は40キロにわたってわずかの差で競い合い、ノルウェーのアンカー、アルスガードは4年前ライバル国にされたことと同じように周回のほぼ全てを相手の後ろにつき、最後の 150m でスパートをかけ、次にイタリアへのリベンジを果たしました。タイム差は以前よりもさらに小さくなり 0.2 秒でした。 USA。 さらに4年後、2002年ソルトレイクシティ冬季大会でも戦いが繰り広げられました。この大会でのイタリアチームはアルスガードに代わってゾルジがアンカーに入っています。この大会では再びノルウェーがイタリアを任しています。そのタイム差はわずか 0.3 秒でした。しかしこれで終わりではありません。なぜなら次の東京オリンピックはイタリアのトリノで開催されるのです。トリノですか？ぜひ行きたいですね。2006年トリノ大会では
ノルウェーはほぼ新メンバーによるリレーチームを長年のライバルのホームに送り出しました。一方のイタリアは全員がオリンピックでのリレー経験のあるドルジ、ディセンタ、バルブサ、コットラーがメンバーでした。多くの人が前回までのオリンピックのような両国間の戦いを期待していました。しかし今回ノルウェーチームのパフォーマンスは期待外れで5位に終わり、1988年以来初めてリレーでメダルを獲得できませんでした。イタリアは2位ドイツより15秒早くゴールし、ホームで金メダルを獲得しました。ライバル同士の戦績は3対2でノルウェーの勝利に終わりました。ジーク選手長、敵兵力多数接近、ふもとまで来ています。2007年フィス世界選手権札幌大会男子 4×10km リレー。カズさん、これは札幌で行われたんですよね。そうです。みんな大好き白鳩山です。日本人の活躍を見られたんですか？日本人選手として夏井まどか選手がクラシカルスピード競技で決勝戦に進出し、5位の成績を収めています。夏井まどか選手は翌年のワールドカップで日本人の黒冠選手として初めて表彰台に立った偉大な選手ですね。なるほど。さて、ベッテル・ノルトグは誰もが知っている名選手です。しかし2007年にはまだまだ若く、今ほど有名な選手ではありませんでした。 4×10km リレーのレースはディフェンディングチャンピオンであるノルウェーにとって栄光の舞台となりました。ノルウェーチームにはこの大会で初めてノルトグが加わりました。リレーの前に行われた 30km 個人競技でノルトグはとても悔しいゴールをしました。先頭集団の最後部につけたノルトグは最後の上り坂で爆発的な上りを見せ、先頭集団の3人をごぼう抜きにしてスタジアムに戻ってきました。そしてトップの選手に並び抜き去ろうとした瞬間、突然彼の体が宙に浮いてしまったのです。ゴール前で転倒したノルトグは5位に沈み、ゴール後は悔しさから立ち上がることができませんでした。リレーではノルウェーの隣国で黒冠強豪国のスウェーデンのメンバーが病気によって体調を崩し、しかもリレーメンバーの変更ができなかったため、ノルウェーにとって万事がレース正解になるものと考えられていました。しかしレースが始まると目まぐるしく順位が入れ替わり、シーソーゲームになりました。第2走者にわたるとフィンランド、フランス、ノルウェーがリードしていましたが、フィンランドとフランスの両方がすぐにスウェーデンとロシアに追い抜かれました。第3走者が走り終え、ノルウェー、ロシア、スウェーデンのアンカー勝負になりました。ノルトグはアンカーとしてロシアのディメンティエフとスウェーデンのソデルグレンをリードしてスタートしましたが、まず2人の選手を前に出しました。その後のワールドカップでも明らかですが、ノルトグは素晴らしい戦術家です。最後の上り坂で突然爆発すると、驚異的なスピードで2人を置き去りにし、そのままフィニッシュしました。彼の滑りは早くれを見ているような異次元の滑りでした。ノルウェーはロシアとスウェーデンに3秒差で勝ち、2位ロシアと3位スウェーデンの差はわずか 0.3 秒でした。ノルトグにとってこの金メダルはフィズ世界選手権で初めてのメダルでした。一つのレースで失敗しても次のレースで取り返せるんですね。諦めない気持ちが大切ですね。第2位、バルチック対ビオルゲン。2010年冬季オリンピックバンクーバー大会女子 30km クラシカル。2006年トリノ五輪の 30km フリー競技でチェコ代表のカテジナ・ノイマノワが金メダルを獲得した時、2010年バンクーバー五輪でも彼女が連覇を果たすだろうと見られていましたが、彼女はトリノオリンピックの直後に引退しました。前回王者の引退によりレースは大混戦となりました。参加者の中にはノルウェーのクロスカントリースキーの女王マリット・ビオルゲンがいました。彼女は2005年ホルメン公園でのワールドカップ 30km 競技などで優勝しています。ポーランドのユスティナ・コバルチックは2006年大会の同種目銅メダリストであり、2009年の世界選手権でもこの種目で金メダルを取っています。他にもアイノ・カイサ・サーリネ、テレーセ・ヨハウグ、マリアーナ・ロンガ、クリスティン・ストルマッシュ・タイラなどの素晴らしい選手たちが参加していたため、レースはビオルゲンとコバルチックの一騎打ちというふうには思われていませんでした。レースはマススタートで始まりました。7.1 キロ地点までに先頭集団やストルマーシュタイラとジャツカヤ、カンラが含まれ、コバルチックは中間点でようやく先頭に躍り出て、それにサーリネンとロンガが続きました。予想通り、ビオルガンはレース開始しばらくペースを抑え、3分の2に到達するところからフィニッシュラインに向けてペースを上げていきました。一気に先頭に出たビオルゲンをコバルチックとサーリネンが追いかけましたが、
最後の数キロに近づくとビョルゲンとコバルチックだけが残り、コバルチックはビョルゲンに追いついていました。最後の 800m ではコバルチックが先頭を行き、最後の 100m ではデッドヒートを繰り広げ、2人とも持てる力を全てを出し尽くしました。接戦はビョルゲンがわずか1センチながらリードしているように見えましたが、最後の最後にコバルチックが抜き返してフィニッシュラインに到達し、オリンピック 30km 競技史上最小の 0.3 秒差で勝利しました。スケーティング信者のところここから考えるが、なんだ。おー、すごいピッチ。おー、すごい。引いた。どっちが勝つんだろう。わかんないです。勝ってんじゃない？勝ってる。あれ？なんでまさかの。ここでダイヤモンド。あ、ここでダイヤモンド。これはしんどいよ。第1位、シャルロッテ・カンラ2014年冬季オリンピックソチ大会女子 4×5km リレー。私はこのレースを初めて見たとき、感動して涙が出て体が震えたことを覚えています。とっても熱いレースでした。それではスウェーデンのシャルロッテ・カーラの本当に素晴らしいレースを見てみましょう。スウェーデンチームのアンカーシャルロッテ・カーラは2014年当時名選手として知られた人物でしたが、第3走者までにスウェーデンチームは遅れを取り、カンラは先頭集団から25秒遅れでバトンを受け取りました。この時点ではフィンランドとドイツが金メダルを争っていました。フィンランドのクリサとドイツのデニースはお互いを意識するのに精一杯で、カンラのことを忘れてしまっていたかのようでした。しかしカンラはものすごい勢いで2人に追いつき、ここで金メダルは3人の争いになりました。ゴール直前、スタジアムでのスプリント勝負になり、最終コーナーで狭い内側をつき、カンラは一蹴りでフィンランドとドイツからリードを奪い、フィニッシュラインへ力強く走り抜きました。この滑りは圧巻の一言につきます。まさか最終コーナーで2人の選手を一気に抜き去るなんて、カンラにバトンが当たった時に想像した人がいたでしょうか。しかしカンラだけはバトンを受け取った瞬間から絶対に勝つという意志で危機迫る滑りを続けたのでした。そう、ここからここ来たそんな狭いとこ、そこ来るの？来る。うわー、いいなー。お疲れ様です。このレースを図書館でのテスト勉強中に見つけて、つい最後まで見てしまったのを今でも覚えています。カンラによる逆転劇は驚異的でした。スウェーデンの女子チームがオリンピックのリレーで金メダルを獲得したのは1960年以来、実に54年ぶりの快挙でした。2位のフィンランドは初の金メダルを逃し、さぞ悔しかったでしょう。ゴールするまで何が起こるかわからない。これが勝負ですね。そうですね。これらのレースと同じぐらい記憶に残るレースがこれからも見られることを期待して、この企画を終わりましょう。この他にもクロスカントリースキーの動画を作成しています。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの。